皆さんこんにちは、ガジログです。今回はですね、こちらのファーウェイバンド7なんですが、おすすめの設定と、そして機能の解説ですね。また、おすすめの使い方についても合わせてご紹介したいなと思います。少し前に初期設定の動画を出しました。こちらとね、少し被るかもしれませんが、改めてこのバンド本体の中でできるおすすめの設定をメインにご紹介できればと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まずね、おすすめの設定の一つ目なんですが、それはですね、お気に入りの並び替えといった点です。どうやるかと言いますとですね、このサイドボタンを一回押していただきます。そうしますと、一番下にこのギアのマークですね、設定があります。ここに表示が出てきますので、ここをタップします。この中にお気に入りっていうのがあるんですね。ここを表示していただきます。で、ここにたどり着くまでに、実はもっとショートカットできる方法がありまして、ホーム画面から上から下にスワイプしますと、ここにギアのマークが同じように出てきます。これタップするとね、いきなり先ほどの表示のところに飛びますので、こういった形でもね、このお気に入りに飛ぶことができます。この画面を出していただきましたら、現在ですね、血中酸素、心拍、睡眠というふうに並んでいますね。これが現在私が設定しているお気に入りの並びになります。じゃあこれ何なのっていうことなんですけども、ホームに戻っていただきますと、このホームから右にスワイプ、まず血中酸素レベルですね。そして心拍、睡眠、そしてホームに戻ってきました。つまり先ほどの画面というのは左右にスワイプした時に表示されるものになります。ですので今血中酸素がホームからですね、すぐ右側にありました。そして心拍数、睡眠という並びに3つあったわけですね。ここを調整することができるようになります。これがね、結構並び替えを上手に調整しますとかなりね、使いやすくなりますので、おすすめの設定に挙げています。例えばですね、このね、今並びになっていますが、加えてこのプラスを押していただきますと、ストレスの設定も加えてみたいと思います。これチェック入れていただいて OK ですね。そうしますと、先ほどの画面の一番下に追加されましたので、これがどうなっているかをね、見てみたいと思います。もう一度ね、ホームに戻ってみたいと思いますが、最後にストレスですね。これ今ね、アプリの方で無効になっていたので、このように出てしまいましたが、追加されるっていうことが分かったと思います。逆の方向でも見てみたいと思います。ホームから左にスワイプしますとストレスの画面になりました。つまり先ほどのお気に入りの画面で調整することによって順番をね、入れ替えたりすることもできます。じゃあ順番をね、入れ替えたいよっていうことであれば、上方向しかできないんですけど、1回押すと、はい、1個上に上がりましたね。これもストレスがね、2番目に入ってきました。そしてもう一度押しますと一番上に来ましたので、これがどうなっているかと言いますと、ホームからもう一度右にスワイプしますと、ストレスがすぐ右に行きましたね。ですのでよく使うものをすぐにね、このホームの右側もしくは一番下の部分に追加することによって左右にね、振り分けることができるわけですね。こうすることによってよりよく使う機能をすぐに呼び出しができるようにできるっていう設定になります。これはやっといた方がいいかなと思いますね。では次になりますけども、それはですね、明るさの設定に関することなんですが、先ほどと同じようにホーム画面から下にスワイプしていただきまして、このギアのマークですね。そして先ほどと同じようにこの表示ですね。明るさの設定を開いていただきます。今明るさが1になっています。1でね、結構な明るさなんですね。屋内であればもう私は十分かなと思っています。ちなみに変える場合はここをタップしていただいて、このように変更することができますね。今回ね、お伝えしたいのが、この夜間に明るさを低減というところになります。これはですね、今オンになっていますが、オフにしますと、今は何も起きません。これ夜間にって書いてありますので、具体的にですね、何時から何時までっていうのは記載されていませんので、時間っていうのはわからないんですけども、例えばですね、夕方の6時から、そして朝方の6時までとかね、もしくは日の出の時刻なのかもしれませんし、日の入り、日の出の時刻かもしれませんが、それも定かではありません。ただ、夜間ですので、だいたいやっぱり暗くなっていた頃に、この明るさ1よりもさらに暗くしてくれるっていう機能になりますので、特にね、この恩恵に預かれるのは、やっぱり布団に入ってからとかね、寝ている時に暗い部屋で目が覚めた時に、
見るときにね、やっぱり1でも結構眩しかったんですよ。以前ファーウェイバンド6を使っていたときに1でも夜ね明るくて眩しかったんですけども、この機能がアップデートで追加されてからこれは正直ね程よい感じになりまして見やすくなっています。ですのでバッテリーの消費電力もさることながら目に優しいっていうことですので、これはね夜間明るさを低減ということで夜中に目が覚めて時計を見るっていうことがある方は特にねこれをおすすめの設定としてオンにしておいていただければと思います。それでは次ですね、上から下にスワイプしてギアをタップ、そして表示ですね。でこの中のここですね、タップして画面を起動というところがありますので、ここをタップします。現在はオンになっています。タップ時に画面が点灯しますと書いてありますね。これは標準ではオフになっていますのでご注意ください。ご存知ない方は画面タップしてもね画面が点灯しないのでおかしいなと思っている方いらっしゃるかもしれませんね。サイドボタンを押すかこうひねってね画面点灯ということになりますので、ちょっとめんどくさいなと思っていた方ももしかしたらいらっしゃったかもしれません。しかしながらこの機能をオンにすることによってこういうことですね。はい。こうやって画面をタップすることによって点灯してくれるっていう機能になります。これはね、おすすめの設定になりますので、必要な方はオンにされてください。さらにね、続けていきたいと思います。また同じ項目になりますが、表示の部分ですね。一番下にですね、この詳細設定っていうのがありますので、ここをタップします。そうしますと、自動スリープってなってますね。そしてここ20、画面点灯ってなっています。これは何かと言いますと、まず自動スリープってなっていますが、これタップしますとね、10秒、15秒、20秒、そして自動となっています。例えば今ですね、10秒に設定してみたいと思います。はい、画面がついてから10秒間点灯する設定になっています。消えましたね。スリップ解除されている時間が10秒間という形になります。そして私がですね、先ほどのこの部分を自動にしてやりました。10秒だとちょっと長いなっていう時もありますし、バッテリーの駆動のことを考えると、このバンドにね、任せてしまいたいなということもありまして、ここは自動の設定になっています。必要な方は20秒とかね、そこまでできますので、5秒刻みですね、10秒から15、20秒というふうにね、もっと短くてもいいよ、もっとランダムでいいよっていうことであれば、自動で OKしていただければと思います。そして続けてですね、同じような部分になりますけども、画面の点灯っていうのが今ありますね。ここ今20って出ています。ここをタップしてみますと、こっちは秒ではなく分になりますね。画面の点灯時間を5分刻みで20分まで伸ばすことができます。私は今ね、20分に設定してありまして、これどういうことかと言いますと、ここの部分になります。はい。そうするとね、20分間画面が点灯と今出ていますので、これ連続してずっと今から20分間画面が点灯しっぱなしになってくれます。ですので私がね、今このようにレビューをしていますけども、画面がいちいち消えてしまうと、ボタンを押したり画面をタップしたりしてつけなきゃいけないので、これ結構めんどくさいんですよね。これはね、機能として連続でついてくれるっていうのはすごくありがたいなと思います。なかなかね、20分間ずっと点灯しっぱなしっていうのは、設定するときにすごい役立つなと思いますね。やっぱ画面いちいち消えてしまいますとめんどくさいですので、今回みたいにバンドの設定をちょっといじってみたいなっていう方にとっては、まずは連続点灯時間ですね、ここ20分間にしていただいた上でいろんな設定をね調整されるっていうのはいいのかなと思います。では次になります。それは AOD の設定になりますね。やっぱりそれも先ほどと同じようにここから入っていきます。この表示ですね、ここになりますね、常時表示ってありますので、ここをタップします。そうしますと今ですね、なしになっています。常時点灯モードを使いたい場合はこのように見ていきます。このサンプルの中から選んでいただくっていうことになりますので、5種類の中から選ぶ形になりますので、これ以外には今現在ないわけですね。じゃあこれですね、どんな感じになるのかをちょっと見てみたいと思いますが、そうですね、一番左側のメジャーなタイプをね使ってみたいと思います。で、今選びまして0点で OK します。はい、はい、変わりましたね。これが AOD 常時点灯モードになります。結構明るいんですよね。今現在ね、屋内のこのちょっと照明の下ではこのような明るさになりますので、肉眼で見てもまあまあ明るいなと思います。個人的にはもっと暗くなってもいいのかなと思いますね。調整するモードもついていたら嬉しいんですけども、今現在ではそういったモードはついていません。で、これでですね、タップしますと解除されて、このようにホーム画面に戻ることができます。ただですね、この AOD の状態になりますと、腕上げ点灯が効かなくなってしまいますので、そこはねちょっと考えものになったんですね。これもオンになってくれたら嬉しいんですけども、
ダメなんですね。ですのでバンドを使いたいときはサイドボタンを押していただくか、画面をタップしてホームに戻るっていうことになります。というわけでですね、AOD の使い方についてご紹介しました。種類は5種類から選択するっていうことになります。はい。というわけで今回は Huawei Band 7のおすすめの設定と、そしてその解説、また使い方についてもね、ご紹介の方をいたしました。この Huawei Band 7は本体自体でですね、設定することが非常に多かったですね。先日動画の方を公開しましたけども、Xiaomi のスマートバンド7の方はスマートフォンを使って設定することが多かったんですけども、だいぶね、そのあたりの会社の思想っていうのがね、違うのかなという気はしました。というわけで、他にもいろんな細かな点を含めておすすめの設定というのがまだありましたけども、今回はこの辺りにしたいと思います。またこれから使っていく上でそういった細かなおすすめの設定がありましたらまとめてご紹介できればと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。